おはようございます。たかしです。本日は7月26日火曜日、ただいま7時18分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは大きな陽線となっております。ただ上髭を伴っておりますので、そこがちょっと気になるところですね。先週に陰線3本、1、2、3本とつけて下落してきてるんです。で、そこに対して昨日月曜日は陽線で調整の上昇をしたというふうに今は考えてます。そしてちょっと見にくいんですが、先週金曜日の陰線の実態と昨日月曜日の陽線の実態を見ると、ローソク足の最安値最高値っていうところは同じような位置にまで来てるんですが、実態が月曜日の方が小さいんです。つまりそれだけ上髭が長いということになってるんですね。ということは、下落の圧力もそれなりにあったということになります。なので先週のこの下落に対して昨日の上昇っていうのは調整の上昇だったんじゃないのかなというふうにも見えます。現在はこの三角持ち合いですね。今先端に来てます。先週の下落が強かったので、そのまま昨日は戻しを緩やかにしてのもう一度下落っていうのを想定していたんですが、思った以上に戻してきた印象ですね。ポンドドルがかなり上昇してきてますので、それにつられて上昇した形とはなってるんですが、本日ここからまだ上昇できるのか、それとも最初に言いましたように、昨日の上昇が調整だったとすると、ここから再下落という風になっていくのかっていうところです。週足のインジケーターは弱い状態、そして日足のインジケーターも弱いですよね。ストキャスティクスまだ下げる余地がありますので、まだもう少し下落するんじゃないのかなと思ってます。ただ、日足としては GMMA は上向き、週足も上向き、上昇トレンド中ではあるんですが、ここでそのトレンド転換が大きく起こるのかなという風にも見えてきます。現在は三角持ち合い先端の方に来てますので、昨日下抜けてくれてたら分かりやすかったんですが、さらに値動きが煮詰まってきそうな感じですので、方向感のない分かりにくい動きになっていきそうです。では4時間足です。このオレンジのトレンドライン、これが週末の動画でお話ししていたトレンドラインでして、ここに今ぶつかってますので、週明け反発するかもしれませんねっていう話をしてました。で、昨日その反発だったんですが、かなり大きく上昇してきてますよね。金曜日のこの下落に対して昨日 V 字で回復してますので、思った以上の上昇しているっていうのが正直なところです。で、ここまで戻してくるとは思ってませんでしたので、ちょっとこれ、下落の優位性が減ってきているなとは感じます。ただ、先ほど冷やして言いましたように、この金曜日の下落に対して、月曜日の上昇っていうのは、結果的にこの部分が上髭になってるんですよね。まだ今の段階では金曜日の下落の方が強いので、月曜日の上昇っていうのが調整の上昇かなと思ってるんですが、まずは昨日の高値ですね。この付近、この紫の点線付近ですね。ここが1時間足の目線切り替えポイントになりますので、これを上抜いてくるかっていうところが、本日ここから上昇していけるかどうかっていう、そのきっかけになると思いますので、まずは 165.146、この辺を上抜けるかどうか。ただ、上抜けてもこの水色のライン、これが日足の三角持ち合い上限になりますので、上抜けてもそこからの大きな下落ということも考えられますので、ここから上昇についていくのはちょっと怖いなとは考えます。明らかにこの三角持ち合いを上抜ける、つまりここですね、166.252。ここを強く上昇して上抜けて、そして戻しを待ってからのロングエントリーならいいんですが、今はもうこの辺、この紫のラインを抜けても三角持ち合い上限、そしてここの高値もありますので、この辺はまた上値が重くなって分かりにくい動きになりそうですので、強い陽線でこの明らかにここ 166.252 を上抜けてきた時はそこからの押し目買いでいいと思いますが、それまでのところはどうも怪しいなと、基本的には戻り売りの方がいいんじゃないかと考えてます。そして今はここ V 字で回復してきてますので、今少し下落してきてますが、一旦昨日の高値を目指してくるとは考えます。なので 165.1 か2付近、その辺まで上昇してきたところはそこは戻り売りポイントと考えますので、昨日の高値を抜けなければそこからの戻り売り。で、この下落の、今調整の上昇ですので、ここからの A、B、C 波っていうんですかね、3波目を取っていくのがいいと考えます。現在ストキャスティクスも高値圏に来てます。まだもう少し上昇余地はあるんですが、そろそろ下落していきそうだなというところまでは来てますので、基本的には押し目買いよりも戻り売りを狙っていく方が優位性はありますし、エッジの効いたトレードができると思います。なので、昨日の高値ぐらいに来たところでは、昨日の高値の少し上に損切りポイントを置いて、そこからの、ショートエントリーっていうのがいいと思ってます。
そしてここですね、この黄色丸、ここ3損みたいにも見えてきますので、もう少し上昇してきたところでは、この髭先っていうのが意識されてくると思います。ここっていうのは過去にも比較的意識されてるポイントですよね、この辺。わかりますかね、この高値とか、この安値とか、この辺、レジサポラインなんですよね。ですので、この辺っていうのはやはり意識されてきますので、もう少し上にあるんですが、昨日の高値よりちょい上ぐらい。ですので、昨日の高値付近を、めどに、ショートエントリーをしていくのがいいと思いますし、もし昨日の高値を超えても、ヒゲで戻されるようでしたら、そこからの下落に期待したいところですね。で、下落するターゲットですが、この辺ですね。一旦はここ162円ぐらい、そしてその次は160円ぐらい、そしてここのオレンジのトレンドラインぐらい、ここの辺ですね。現在では160円ぐらいまでは下落しそうですけれども、その辺、このトレンドラインに接するあたりっていうのは今度はまた反発の上昇しやすいポイントになってきますので、この辺では押し目買いをしていってもいいんじゃないでしょうか。ただ、この水色の三角持ち合いの加減を下抜けてくると、冷やし単位では155円ぐらいまでは下落する余地がありますので、今ここが160円ですので、一旦の反発はすると思いますけれども、ここの三角持ち合いを明確に下抜けたとなると、155円ぐらいまでの下落の余地というところも考えていく必要がありそうです。では1時間足です。この直近の下落にフィボナッチリトレースメントを引いてまして、その 61.8%、この白いラインですね、165円ぐらいっていうところが昨日のレジスタンスになってます。ちょうどそこは1時間足の戻り高値でもありますので、この紫のラインですね、165.146 というラインですが、だいたい165円ぐらいが意識されているのがわかります。そして先ほど言ってました、ヒゲ先がここですね、ここが 165.2 ぐらいですね。その辺ぐらい、やはり昨日の高値ぐらいに来たところではもう一度戻り売りのチャンスかなと見ております。今少し下げそうになってますけれども、今ストキャスティクスもう一度安値圏からゴールデンクロスするところでは上昇してくると思いますので、本日のイメージとしては、ここから今一度下げそうになってますが、ここからもう一度上昇で165円ぐらいを目指してきて、そこからの戻り売りでの大きな下落になっていくのか、それともそこを上抜けて、またここでのこの辺ではレンジになってくると思います。日足の三角持ち合い上限ですし、過去にもみ合ったところですね。なので、この辺では分かりにくい動きをしそうですので、基本的には戻り売りの方がまた優位性があると見てます。週足のインジケーターも弱いですのでね。なので、上昇してきたところでは売っていく。そんなトレードがいいんじゃないかと考えてます。そして、この昨日の上昇ですね。この金曜日の下落に対して昨日の上昇、同じぐらいのポイントまでは戻してるんですよ。なので、日足の、髭先を見るとね、金曜日はここが高値。で、ここが安値。で、月曜日はここが高値。ここが安値。ですので、ロウソク足の大きさとしては一緒なんですよね。ただ実態は、この辺が上髭になってますので、月曜日の実態の方が小さくなっているっていうのが現状です。なので、結局ここ、実態で始まっているここの部分まで、実態で戻してこれなかったっていうところは、やはり上値が重いなっていう、そういう結果につながっていると思います。で、今はこれ1時間足の平行チャンネルのここ下限に引っかかってちょうど昨日この下限で反発して下落してきてますね。なので今日はこのまま下落するっていうことも考えられるんですが、ストキャスティクス安値圏に来たところでは一旦上昇すると思うんですよね。で、昨日のこの辺の上昇ですね。ここの辺、この辺。ですので、安値圏、昨日のここと同じぐらいのところに今来てますので、一旦の上昇を待った方がいいのかなと。で、待って、昨日の高値付近ですね。165円、もしくは 165.2 付近まで、その辺までの上昇を確認した後、そこで上げ止まるのを待ってのショートエントリー。そうすると、この安値ぐらい、昨日の安値ぐらいまで、下落を取っていけるんじゃないのかなと考えてます。で、もし上昇してきたときは、一旦静観かなとは見ております。で、4時間足のところでしたかね。でもお話ししましたが、一旦この紫のラインを越えて、この水色のラインにタッチする、もしくはこの水色のラインを越えてくるようなことがあっても、上髭で戻されてくるということも考えられますので、ここからの上昇についていくのは危険だと思いますので、明確にここですね、166.3 付近を、明確に上抜けて、そこでの戻しを待ってからの押し目買いっていうのならいいんですが、今この紫のラインから166.3 ぐらいっていうのはちょっと微妙なラインになってきますので、抵抗のゾーンになってきますので、その辺でのトレードは控えた方がいいのかなと。基本的には戻り売りで攻めていく方が優位性があると思ってます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。